皆さんこんにちは。マイ暮らしを楽しむです。我が家にまたカビが生えていた場所を見つけてしまいました。我が家は一条工務店で家を建てました。一条工務店の家はすごく快適です。しかし今回紹介するカビの場所はどの工務店で家を建てたとしても、これから家づくりをする人の間取りを考える上で重要になってくるポイントだと思います。そしてもう家を建てた人には一緒に動画を見て同じ場所にカビが生えていないかチェックしていただきたいと思っています。一条工務店はオール電化のためランニングコストの良いエコキュートを採用している家が多いと思います。北海道では乾電池使用のためエコキュートを室内に設置します。カビが生えていたのはエコキュートの横下です。私は洗濯機の下や裏がカビやすいことを知っていたので、毎年洗濯機を動かして掃除していました。そしてその時にエコキュートの横を掃除していました。しかし手が届かず、ほこりが奥に溜まってきてしまっていました。今年は床も緑に変色しています。去年はカビかなぐらいの曖昧な黒さでしたが、今年はカビだとすぐにわかるぐらい悪化しています。近くに除湿剤を置いていましたが、カビていました。私はこのカビが広まることを恐れ、一条アフターメンテナンスに電話しました。業者さんからは3日後連絡が入り、状態確認のため我が家に来てもらうことになりました。一番早く来てもらえる日で1週間後でした。業者さんが我が家に来ました。原因としては湿気だそうです。外壁に面した角にエコキュートがあることで寒暖差が生じてカビが生えてしまっていました。またバスルームから近いことで湿気が流れ込みこもってしまっていました。温水パイプと冷水パイプでカビの多さに差が生じているのがわかりますでしょうか。カビは熱に弱く、約80度で30分熱せられると退治できるそうです。なので冷水パイプの方がカビがひどいです。またカビはホコリを栄養にします。ホコリがたまりやすく、掃除が奥までできていなかったのもカビを助長する原因でした。カビの原因として水漏れの場合もあるそうですが、そこはパイプをしっかりと業者さんに見てもらい問題なさそうでした。床下点検口も開けて業者の方に見てもらいましたが、基礎はカビが生えていませんでした。我が家は冬雪が降る前には基礎にある点検窓口を閉めているんですが、そこを開けたままにしていると、基礎にも湿気がたまる原因になるそうなので、季節が変わるので雪が降る前にしっかりとそこを閉めていきたいと思います。今後の対応としてはエコキュートを動かしてもらいます。そして二度とカビが生えないようにするため、寒暖差を少なくする必要があります。断熱材をエコキュートの裏、基礎の下に施工してもらい、カビの対策をしてもらいます。費用は約10万円だそうです。一条工務店では2年間
保証期間がついていますが、保証期間内だったとしてもパイプからの水漏れでなく湿気の場合は費用がかかることが多いそうです。正直かなりショックです。今は詳しい見積もりをお願いしている状態です。2週間ほどで郵送していただけるそうなので、今は待っている状態です。私はエコキュートをこの場所に設置したことにすごく後悔しています。大型の自分で動かせないものは掃除のしやすさも考えて間取りを決めるべきでした。今後私ができる対策としては、湿気がたまらないように定期的に購入したサーキュレーターや除湿機を使ってエコキュート周りを乾燥させること。こちらは楽天で購入しました。安いけれどかなり威力があり、カラーもおしゃれで気に入っています。除湿機はこれから購入する予定です。買ったものは楽天ルームに載せていますので、興味がある方はぜひ見てみてください。そして1年に1度掃除していましたが、エコキュート周りにホコリがたまらないように長いモップを使って1ヶ月に1回掃除することに今後しようと思っています。エコキュートのカバーが外れることを今回初めて知ったので、エコキュートの下のカバーを外してしっかり掃除していきたいと思います。このカビを見つけることができたのは、洗濯機を一人で動かせるように下にキャスターを使っていたからだと思っています。このキャスターがなければ洗濯機が邪魔でカビを見つけられずにいたと思います。そしてカビに根が生えてもっと広がっていたかもしれません。賃貸に住んでいた時はふんばるマンを使っていましたが、やはり掃除が行き届かず、洗濯機の後ろ側のふんばるマン自体がカビてしまっていました。このキャスターを買ってからは掃除が楽で、洗濯機の下裏はカビたことがありません。楽天ルームにキャスターを掲載しているので、自分の洗濯機に合ったキャスターがあるかぜひチェックしてみてください。そして皆さんもぜひエコキュートのカバーを外してみて、ホコリが溜まっていないか、カビが生えていないかチェックしてみてください。また動画でエコキュートの裏がどうなったのか経過をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録して見守っていただけたらと思います。この動画の他にも気がついたらカビてしまっていた場所、入居前から気がついたらカビていた場所などもありますので、一度カビについてまとめた動画もアップしようと思っています。そして最後に誤解がないようにもう一度言いますが、一条工務店の家は床暖でランニングコストもよく住み心地がいいです。ただ気をつけて掃除する場所、間取りについての知識を私が知らなかったためだと思っています。なのでこの動画を見て、私もここ掃除していなかったなとか、ここは我が家は掃除しているから大丈夫、間取り上問題ないなどのチェック表のように思っていただけたらと思っています。普段は一条工務店のおうち作りに関する情報や DIY 100均収納術など動画をアップしています。
少しでも暮らしに役立つような情報になったらと思い、日々動画を作っています。ぜひまた見ていただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。